はい、皆さんこんにちは、マクティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと、ウィンドレギュレーターを交換するっていうんじゃなくて、ウィンドレギュレーターのこのクリップですね、ここよく割れちゃう部分、これね、キットで買うとこれ25,000円するんですよ、純正で。でここだけだと売ってくれないんです。でも海外でね、ここだけ売ってくれるとこがあって、純正かどうかわかんない、多分サードパーティーなんですけど1200円ということで、これを組み込んでみたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、それではですね、ちょっとレギュレーターのこの割れちゃったクリップですね、ここだけを交換すると、こっちは今までのものを使うというパターンですね。普通これで純正だと、結構高いですからね、このクリップだけをちょっと交換してみるという作業の説明をしたいと思います。もう1個ね組んでみたんで、組めることは分かったのでね、ただすげえ難しいので、すげえ難しいっていうかコツがいるっていう感じで、とにかくめんどくさい、コツが分かんないと。組んだ時になんか皆さんが組みやすいかなと、こうやればいいんだなみたいなのが分かるようなちょっと説明をしたいと思います。それではやってみます。まずこっちがもう今終わったものですね。これ組み終わりました。でこっちがこれから、皆さんにお見せする方、欠けちゃってるとここのねクリップが欠けてるんですよ。これ新品なんですけど、ここのねこれが一番割れやすいんです。ここにガラスがねこう乗っかってきて、ここに荷重がかかって割れてしまうという感じのものなんですね。でここ欠けちゃうともうガラスグラグラになっちゃうのでダメになっちゃうんですけどね。でこっちもこうやって古くなるとガタが出てくるんですね、これで。新しい方はほとんどガタなしなんですよ。ということで、収納してるからね、プラスチックなんでこうガタ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 してきちゃうわけですよね。でこれを組み直すのに、新品ね、これ海外から取り寄せて、これ1個2000円しない、1200円ぐらいなんですね。サードパーティーだと思うんですけど、でこれをどう組むか散々考えた挙句、やっと分かったのでちょっと説明します。まずバラすのは、これを取るにはまずモーターを外してワイヤー、このワイヤーねテンションすごいキッチキチなんですよ。これが最後の最後まで悩むとこで、多分最初皆さんやったら相当悩むと思うとこです。なんとかやり方が分かったというか、僕なりのやり方で、作業してみますね。本当ね、ちょっとしばらく途方に暮れましたよ。どうすんだよこれみたいなね。で2個いっぺんにやっちゃうと、その完成品がどうだったか忘れちゃうんでね、よく覚えておいた方がいいです。例えばここのね外す前にワイヤーが上、こっちからのこれを下ね、こっちが下になるんですけど、下側が上、上側が下って覚えておかないと、ここねいけないと、こっち下でそういったようなことも覚えておかないといけないと。まずはこのユニットを外すわけですけど、このモーターユニットを外すとえらいことが起きるんです。何かっていうとね、このワイヤーが全部バラバラバラってばらけるんですよ。もうその瞬間ね多分気が狂うと思いますよやったことないと。でこうするでしょ。これすごいテンション張ってて、ここにね軸があって、これポンと外れちゃうんですよ、一瞬で。で僕は2個目だからもう分かったんで構造いいんですけど、初めてやると気が狂いますよこれ。これをこうしといて、でこれをね緩めるですよ。こうやって外してしまうと、でこうなって、もうバラ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 って感じで、もう分かんねえぞってなっちゃいます。はい、それではですね、ちょっとじゃあ実際に組んでみましょう。でこれから組むんですけど、ワイヤーがこうやってね2本あって、部品構成非常に簡単なんですよ。これでしょ、フックでしょ、本体でしょ、モーターでしょ、でネジ2個と。でネジはこちらね T の30ですね、 T の30の星。じゃあこれで組むわけですが、実際ね僕ね1個目で結構悩んで、これが正しいかどうかわからないんですが、とりあえずそんな間違っちゃいないんじゃないかなと思います。でまずここのねバネが2個あるワイヤー、これはこっちにこの本体に通します。このフックね。
で通すところはここに溝があるので、この溝に通してこうやって通して入れると、どっちもね。でこのワイヤーの長さは一緒です、一緒ですね。なのでどっちがどっちっていうのはないですね。でまずこれに全部通してあげますと、こっちをまた入れてあげますと。でこんな感じでこうバネがどっちにも動くようになったら OK です。ちょっと押し込んでみてちゃんと入るかどうか確認してね。よし、問題ないね。ちょっと手袋するか。ワイヤーでね手切ったら危ないですからね。でそしたら今度はここにシリコングリースを、シリコングリースっていうかグリスね塗ったら、ここのね、ここの隙間に入ります。ここで上からでも下からでも入るので、これを入れてあげるんですけど、向きを間違えないで、このね回転する方が上です、こっちが下で、上から入れてあげても下から入れてあげても入るんですけど、ここのね溝にこうやって入れますね。全然ガタつかないですよ、新品はね。そしたらワイヤーをここをね通しますね。こんな感じでワイヤー通して、こっちもワイヤーを通します。で通す時にこっちの上のギアはここにね溝があるんですけど、その溝に合わせて回転させないとちょっとね板金があって入りにくいので、こうして通しておきますね。でここまで来たら今度はですね、これが重要なパーツなんですけど、リールでくるくるくるって回るわけです。でここにこのねワイヤーを引っ掛けるとこがあって、最初にばらす時に下が外だった。これねどっちもやってみたんですけど、下が外だろうが中だろうがあんまり関係ないんですけど、一応同じようにしてみて組むんですが、ここでちょっとね体勢を変えて練習何度かしたんでうまくいくと思うんですけど、これをね組む時にこの向きでこうじゃなくて、この向きでこの辺でまずワイヤーを組んであげます。下が外だ、一応組まれてたと同じにねやりましょうかね。ここに引っ掛けるわけですよね。でこうやって引っ掛けたら、ここの外側の溝にねこうやって回転させていきますよね。こんな感じ、一巻きぐらい、ちょうど一周したくらいね。そしたら今度こっちも組みますね。よし。で問題はこの向きでやっとかないとダメなんです。この向きが大事って思いました。いろいろやってみた結果で、こうやってねこんな状態でこうなってます。でこれの位置は後でずれるからいいんですけど、とにかくねこの向きでこうやってね、なんていうの、あやとりするみたいに、あやとりってもうやんないよね今の。ここをねこう掴んであげるんです。こうやってこんな感じで、この向きねで入ってること確認したら、この人差し指と親指を握りながらこれをねねじってあげるんですよ。こう下向きにしといたものをこうねじります。よっよっ、よし。この感じでねじれたら、これでここにずらしていくんですけど、今度下にねギアこっちですから向こうに持っていかなきゃいけないです。でこう見て、このワイヤー外側ね、ワイヤーこう通るので、このままですねなんとか引っ張っていくわけです。よいしょ、こんな感じで下側に持ってったら、これを回転させてね、でここにこうやって合わせるわけですね。こ
こんな感じですね。そしたらこれ押さえたまま、このモーターね、このモーターこれと逆側ですから、こっちと逆側なので同じ向きに言うとこうですから、このね軸をこう入れてあげます。ここね。で軸入れる時に気をつけなきゃいけないのが、ここの中にゴムいるので、このゴムは動きません。ショック剤で。でこっちにもこうやってあります。これを合わせて入れてあげるんですけど、その時にこのね、こいつも動かないんですよ。これ動かないので、こうやって入れた時にモーターの向きがね、そんなにこれあんまり動かないので、もしかしたらずれたまま厳しいかもしれない。そしたら軸をね、ここで最後入れてあげるんですけど、こう入れてね、で今度は入れた状態でこのねネジ位置を合わせるんですけど、これがもうちょいこっちですね、ずらしながら入れてあげます。ちょっとぐらいなら動くので、その中のギアがね。でこの状態で止めてあげると、よし、しっかりね止めとかないと、後で締めようなんつっても忘れちゃうから、しっかり締めてあげます。よし、これで組めたでしょね、外れてないね。これで検電しましょうね。よいしょ。よし、入れ替えて問題ないですね。ってな感じで動けば OK ということでございます。作業時間はね、多分慣れれば5分もかかんないと思うんですけど、さっき言ったようにコツはこれね、いろいろ他にもやってみたんですけど、これ組んでからここ通すとかね、ここのバネを最後に引っ掛けるとか、いろんな方法やったんですけど、結局ここにバネが入ってるんで、その力を使って最後ここをね、こうあやとりみたいにつまんで、このギアをこっちにこれとひっくり返しに最初向けといて、最後ひっくり返すと。そうするとこんな感じで、あとはこの向こうに持ってってここに置いてモーターを挿すと、それだけのことなので、そんなに難しくはないという感じだと思います。であとこの手動部分に全部グリスアップしとけば、モーター自体が壊れることはそんなないと思うのでね、使えると思います。はい、そんなわけで今日もお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。こういったものをね、まだリビルドすれば使えますから、環境にいい子ですよね。ここだけのプラスチック変えればまだこのユニット当分使えますのでね、この辺も全然丈夫だと思いますので、割れやすいのはここのガラスが荷重かかるところだけなので、それ以外はまだまだ使えると思います。皆さんここがよく壊れる方多いと思います。特に今2021年ですから、2010年2012年車ぐらいの人たちはもうみんなここ割れてきてると思いますね。理由はここのゴムがへたって、ここにね台があって、このゴムがへたった上に結局ここにガラスが荷重がかかってしまってなるわけですけど、ここが割れちゃうとガラスはグラグラするということで、交換が必要かと思います。出先でね割れちゃうとガラス戻らなくなる場合もあるし、開かない場合もあるしみたいなことで、大概ガラスが下に落下する感じになると思うんですけど、その辺はね気をつけていただけたらと思います。お役に立てたでしょうか。それではまた僕の動画でお会いしましょう。バイバイ。